こんにちは、漫画ナリストのみやかです。今回は物語のスケールがまるで読めないブランクスペースを紹介します。ありませんか？読み進めても一向に物語のスケール感が読めない作品。それです。表紙を見る感じ、優しい絵のタッチで、ほんわか日常系の漫画かなって思いそうですが、私は思いましたが、違いました。物語が進むにつれて、どんどん不穏な空気が漂っていって、一巻を読み終えた時に、自分の周りの空気だけがピタッと止まって、一瞬息をすることを忘れたんですよ。この優しい絵のタッチだからこその怖さを感じました。この漫画のポイントは、未体験な領域の物語で、想像力と空白が物語を動かしていって、ホラーとは違う怖さを感じるです。では紹介していきます。チケラ漫画アナリスト。ブランクスペースは熊倉崑先生がフラットヒーローズで連載されている漫画です。想像力が高めで少しおバカな天然の女子高校生の狛江翔子は、ある雨の日に不思議な力を持っている影の薄い同級生の片桐水と出会います。水の力は頭の中で思い浮かべた部品を想像の中で組み立てて、うまくいけば現実に引っ張り出せるというものでした。想像できたら大抵のものを現実に引っ張ってこれるっていうのは、使う人によっては結構恐ろしい能力ですよね。自分の力を翔子に話してしまった水は怖くなって翔子から逃げようとするんですけど、好奇心の塊の翔子は水のことが気になります。いや、これは好奇心の塊とかじゃなくても気になるわ。そんなある日、翔子は授業中に水が優等生であることを再認識して、能力の話は一旦置いておいて勉強を教えてほしいとお願いするんですけど、それをきっかけに2人の仲が深まっていきます。2人で話すことも多くなって楽しい日常が進んでいくんですけど、月日が経つと次第に水は辛い毎日を過ごすことになり、どんどん不穏な空気が漂っていきます。はじめに言ったんですけど、一巻を読み終えた時に本当に自分の周りの空気だけがピタッと止まった感覚になったんですよ。ホラーじゃない、体がこわばるような怖さ感じたんです。水の能力に限らず、いい面も悪い面もある力や道具って使い方次第じゃないですか。ノーベルが生み出したダイナマイトとかね。ダイナマイトは自分だけが使える特殊能力じゃないけど、使う人次第っていう点では同じかなって。ちなみに水は不思議な力で見えない傘や風船だったりを作り出すんですけど、その描写を見ている時の私の脳内では、ブルーハーツのトレインが再生されていました。トレインの歌詞にあるんですよ。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくるって。まさにこれじゃないですか？見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくってるんですよ、水は。多分、熊倉崑先生、ブルーハーツ好きかな？違うかなでもぜひブランクスペース読むときはね、トレイン脳内再生してください。物語がどんな展開になるのか気になりすぎて、続きが出るのが待ち遠しい。想像力と空白が物語を動かすガールミーツガールなブランクスペースは、フラットヒーローズで数話読めますので、チェックしてみてください。漫画アナリスト。はい、いかがでしたでしょうか？この表紙の白さ加減がいいですよね。物語を適切に表現されている気がする。小回りも目いっぱいされているところはなくて、シンプルで余白を感じられる作りになっているのは、意識されているからなのかはわかりませんが、皆さんもぜひこの未体験な領域に足を突っ込んでみてください。はい、今回はここまでです。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画をまた見てくださいね。チャオ。